顔でかく見えるからやだ。皆さんこんにちは。こんにちは。あやさきラジオのお時間です。よろしくお願いします。お願いします。これ何回目？ 46？ 46、5、6、7、40回以上。46。本当？本当かよ。多分だよ。頑張っとるね。うん。本当はね、毎週やりたいとこなんだけどね、なかなか。まあね、なかなかね、できなくて申し訳ないというか。もう大変でね。では皆さんのシャカシャカをちょっと抜いたんだよね。こうあるよ。コッペさん、はい、書籍イベント開催おめでとうございます。ありがとうございます。いつか鑑定を受けてみたいと思いつつ、さきさんの体が心配で、何か視聴者側が元気玉みたいなので、さきさんの体の力になれるようなことはできないのかなと思いながら動画拝見させていただいております。メンシップ以外に何かお力になれることはないでしょうか？まあメンシップも本当はありがたいよねって、ありがたい。もうそれがなんていうの、行動の資金になってるっていうか、はっきり言ったらそれがねないと厳しいというかね、行動もできないっていう、まあ本当それが一番ありがたいけど、あとは信じてくださって広めてくれることね、これがね、やっぱ一人に負担かけるのはね、どうもやっぱ好きではない、だからみんな広く浅く、浅くっていうとあれやけど、深くがいいかな、広く負担の浅く、深く信頼してくださるっていうのが一番うちらの願うことかなっていう。だから裏切りだけが本当に怖い。本当にね、手のひら返されるのがね、どんだけ信じとってもさね、だからなんていうの、約束とかさ、そういうことあってもさ、契約で縛るってのは本当好きになれんだよね、でも全部それで痛い目見てる、全部ね、もう大丈夫って言われてもコロン、だってそれをさ、契約でガチガチに縛っちゃうとさ、なんか温かみがないというか信頼性がなくなるから、あんまり好きになれ、だからもううちらにしてくださることは本当に行動資金となることと、やっぱ広く知っていただけること、あとはコメントしてくれるとすごくちょっと励みになるかなっていう。全部見てますんで。そう、ちゃんと全部見てますよ。コメント全員に返せないけど、気になったものは返してるしね、ちょこちょこね開いてさ。いいですか？次行きますか。はい、なんか目がしょぼしょぼしてきた。のんのん様、オカメインコは霊体が見えますか？オカメインコか確認したどうなんだろうね。確認したことないな。オカメインコちゃんか。どうなんだろうね。ちょっとわからない。確信がないからわからない。これはそれは何？オカメインコになったことがないから。なったことがないし、そのね、ショップ行ってお話ししたこともないし、ね、なかなかそういうとこ行ったことがないもんで、で飼ってる方俺会ったことがないんだよな、オカメインコ。ちょっとわかんないかな、これは。申し訳ない。実際ね、その子になってみないと難しいよね、本当のことっていうのは。見えてる見えてないっていうのは分かんないかなって、だって見えてるってその子が言ってもさ、本当に見えてるか分かんないじゃん、まあ人もありきだよね、それは、構ってほしいから見えてるふりをするという、全然あるよね、そういうのもあるから、それが動物であろうが人であろうが鳥だろうがね、インコちゃんだろうが、それは全然あるから、だからオカメインコが見えてるかって言われたらちょっと分かんないかなって、確信がないんで俺は分からないとしか答えようがないかなって。にゃんこでも見えとる子もおれば見えない子もいると思う？いると思うよ、それは。みんながみんな見えとる。でも見えてる確率ははるかに高いと思うよ、にゃんこは。ワンコはどっちかっていうと音の反応が大きいよね。音で違和感を感じて振り向くって方がワンコが近いかなって。にゃんこもさ、高周波とかそういうのを聞いて振り向たりこうやって見たりするっていうのもあるけど、でも音だったら反響したりずれたりするやんか。でもあやちんとこの花ちゃん、俺さ触らせてくんないくせにさ横にいてさ、霊体のおっさんがさ、壁からこうやって出てこうやって言ってねここにおってだよ、一緒にこうやって俺見とるね
ほんで消えてって、はーちゃんに見えたよねって言ったらさ、目合わせて、ふって向こうに聞いてさ、見えたやろ今絶対って。そういうことあったから、まあ、にゃんこはね、確率的にはかなり見えとる方が高いかなって。インコちゃんわかりません。はい。はい。はいはい。はいはい。おインクさん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 。あざっす。あやさきさん、いつも動画楽しみにしてます。質問です。鬼族の方の肌が赤かったり、角があったり、金棒？金棒。これ金棒？わからん、見えないから。鬼に金棒って言うじゃん。でもこの金棒って見たことないからちょっとわかんないけど、思っていたりというデタラメな情報は本物の鬼族の方に被害が及ばないようにするための優しい嘘だった可能性はありますか？どういう嘘なんだろう。なんか現代的には鬼イコール病気のイメージとかさ、なんでっていう、なんか悪は鬼みたいな感じになってるけど、病原菌の元は鬼みたいな、だから鬼は外、病気は外に行けみたいな、そういう風習はあるけど、リアル的などっかで言っとんだけど、知り合いの方の鬼が2人おるんやて、男性っていうか父親と娘さんが言うんだけど、まあでかいわ。俺よりでかいから、娘さんでも拳一つぐらい大きいしね。で男性、まあ父親の方はもう2メーター20ぐらいあるんじゃないの。軟尺なあすんとかさ言うからさ、パッと出てこないんやね。その本人とか周りは鬼族っていう言葉で通じるの？まあ現代は通じるね。昔は通じたかどうかわかんないけど、この人間が言ってる鬼っていうのはもしかしたら悪霊とかそういう悪い系のものかも、悪いものを鬼と対して言ってただけなのかもしれない。だから全く別物かもしれない、ね、別物かもしれない。だからリアルであったその鬼族って言われとる種族はもう別に角があるわけでもないし、肌の色が違うわけでもないし、どっちかっていうと筋骨隆々デカマッチョみたいな。で娘さんもかなりね、まあ大きいんだけど筋骨隆々っていうよりはなんか柔らかくて女性らしいんだけど、むっちゃ筋肉あるねみたいな、ボディービルダーとかそんな感じの女性ではない。だってチームも普通に担げるぐらいだもんね。俺普通に担がれたし、足引っ張られて運ばれたしね。俺をだよ、130キロの俺をだよ。無理だな。娘さんに普通に肩担がれてくれたら俺運ばれたからね、ぶっ倒れた時に。で別に角もあるわけでもないし、牙があるか言うやんか、別にないよって。剣士は確かにあるけどよ、人間と一緒で。あと実際その男性の方に触らせてもらったんだけど、歯の数が4本少ない。こうやって数えたの？そう、こうやってガンってやったもんで、こうやって触ってカン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 噛まれんでよかったね。いや大丈夫、ちゃんと娘さんが後ろで羽交い締めしてんだからこうやって掴んでさ、こうやってやって。なるほどね。普通に別にトロパン一丁で歩いてるわけじゃないしさ、半裸で歩いてるわけじゃないしっていう。そうか。だから鬼イコール悪っていう解釈なんだよね、昔から言えば。まあ、でも現代の鬼イコール角ある、肌の色違う、金棒を持ってる、トラパン履いてるっていうのはもう完全にイメージだよねっていう。まあ、確かに被害が及ばないようにちょっと怖い見た目で言っとくとか、そうすればね近づかないとかっていうのができるから。偏見かもしれないけど、そんな優しさあるか人間に。その時代そんな優しい気持ちを持ってる人ほど早く死んでるから。そっか。歴史に残るっていうことは強者しか歴史として残せないからさ。だからちょっと残酷な言い方やけど、本当にそんな良心があったのかっていう俺は疑問に思ってしまう。鬼を守るための方言かっていう。こういう発想はなかったな、優しいなっていう感じで、はい、次行きますか。はい。デコポンさん、はい、はじめまして。いつも配信待ち遠しく楽しみにしております。はい、さて、守護様に伝えるときは心の中で話しかけても伝わりますか？それとも声に出さないと伝わりませんか？また家族の守護様に本人のいないところで話しかけても家族の守護様には伝わりますか？よろしくお願いします。もういつも通りやん声に出さなきゃ分かんないね、思うだけじゃ無理です。で当然その家族のね守護様いなきゃ聞こえないしね。なんかのテレパシーみたいに虫の知らせはあるかもしれないけど、明確な言葉は無理。念を込めて思いをってやったら意外と伝わる。
いやびっくりするだけでしょ。難しい。なんか言っとるわって感じしたよ今。なんか言っとるわって感じ。だから感じやすくはするけど内容は分かんないよっていう、そんなんです。だからやっぱ声に出した方がいいよって。その声に力を込めるとちゃんと聞き取りやすくなる。じゃあ適当にありがとうって言ってありがとう。全然分かんないと思うよ。何言ってんのみたいな。あいち言ってみ。ありがともう一回。ありがとう。適当でいいでしょ。なんか言ってるけど何笑ってんのって今言ったから。もう一回もう一回、いつもありがとう。なんか表現がどうかわからんけど、俺だったらキモいわと思う。普段言わないのになんか聞いとってこうやって首を初めかしげとったのに最後です。いやまあお茶目だからね、意外と。ニトランここ大好き。なんか同じような感じだよね。いやだいぶ素が出てきたんだよね。ルイトンはい。星さん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 。我が家では白蛇を代々実家で祀っています。家は室町時代より前からなので大変古いです。どうやらその地域の土地も守っているようです。今後親亡き後はどうしていけばよいのでしょうか。返してしまってもよいものでしょうか。白蛇本人ってのは基本的にまずありえないんだけど、白蛇の眷属はむっちゃ多いんやで。そうなの、こっちにおるの。おるおる。だって白蛇の方って天界の方でしょ。天界の方だよ。でも眷属はこっち側にいる。結構多いんやで。何のために。まあだから情報収集だったり普通に手伝ったりとか。生き物としての白蛇。その人による。精霊みたいな感じ。精霊みたいにその人の形を取った人もいれば、本当にその蛇とかそれに宿っちゃう人もいるし、じゃあ一概に言えないね。そうだから本当に白蛇の方の眷属だったらないがしろにしない方がいい、絶対に。これはましてや時代が室町からの続いてる旧家ならなおさら確かに意味があるはず。返してしまうっていうのはどういうことなんだろう。野に放つ。祀っている。祀っているってことは多分神社とかお寺に納めてしまうとかそういうことなのかもしれない。それはね正直しない方がいいと思う。一族についているものは他者に渡しちゃダメ。そういうことか。血筋につくものだから。だから捨てられたって考えると逆に不幸になるよっていう。じゃあそのままそこに置いたままにしておけばいいってこと。置くかその代々もう伝え続けるか、どうしてもそこをどかなきゃいけないんだったらちゃんと事情とかお供えとかをして、こういうことで移転しますのでどうぞついてきてください、お願いしますっていうことをちゃんとやらないと、これは後々大変なことになる。本当にちゃんとした眷属の白蛇の方ならこれだけは本当にやばい。本人がねつくのはまずありえないと思わんのか、白蛇に関しては。白竜湖もそうだからね、なかなかつかないからね。もう今まで数人しか俺見たことないもん、ついた人。白竜湖実際リアルでついたのは1人しか見たことなくて、で現状聞いたら2人多分白竜湖に疲れた方だろうなってのは2人いる。リアルでついたのを見たのは1人だけ、俺は白竜湖が。だから何やっても成功する。その場におるの。痕跡が残ってる。そういうたまに来るってことか。そうたまに様子見に来る。なんで白竜湖の気配がついてるの君にっていう感じ。なるほどです。じゃあそろそろあと 1,2 枚かな。はい、ユンさん、はい、私たちは守護様の声を聞くことはできませんが、守護様に私たちの声もしくは思っていることを届いているのでしょうか。守護様に感謝の気持ちを伝えるにはどうすればいいのでしょうか。これ毎回言っとるね。ちゃんと声に出して念を込めること、それ以外しかないんで。いつもありがとう。もうそれいいわ。だってなんだよなんで。いやだってさ、散々言うこと聞かなかった子がさ言っちゃダメなの。笑ってる。散々迷惑かけたから、これからはちゃんといい子にできる限り精一杯努めようと思ってるんですけども。だって可愛いやで
ラストかな。はい。10年以上前に寝てる時に突然私の体に何かが入り込んだ衝撃があり、驚いて目が覚めました。その時のイメージは黒い塊が入り込んだと勝手に思っていました。黒いものは悪霊ですか？心配です。またつい最近は夢で山のふもとで山を眺めた際、山すべてがダイヤモンドみたいに輝いている山にたくさんの人間が登山している夢を見ました。私はなぜか案内人に帰るように促されました。目が覚めた時は鮮明に綺麗な山だったのを覚えています。この夢は何か意味があるのでしょうか？個人的には綺麗な山だったのでいい夢かなと思っています。基本的に黒は悪霊なんだけど、能力が中途半端にある人って幽霊もなんか難しい幽霊もその悪霊もね区別つかなくて黒っぽい影に見える。だから黒いから完全に悪いもんかって言われたら能力者じゃなければ判断は難しい。でそれが悪霊だったら言葉としては悪いけど遠の昔死んどる可能性が高い。じゃあ気にせん方がいいってことか。そう気にせん方がいいかな、それに関してはって。あとね、その山に関してはね、山に呼ばれるとかね、川に呼ばれるっていうのがあるんだけど、山のきらめきってね、洞窟のきらめきは基本的には、なんかお宝とかそういうのがあるんだけど、山自体がキラキラしてるとかって基本的に命なんやで。どういう意味？命の燃え尽きる光なんやで。成仏ってこと？意味がわからん。だから山を見てすごい綺麗、まあ夢とかね、まあ実際まあ俺リアルでもそうなんだけど、山を見た時に物理的な光じゃなくて霊的な光を見た時にキラキラしてるものを見ると、それって命の最後なんやで。その見た方が？違う、見たものが山すべてがダイヤモンドみたいに輝いている山にたくさんの人間が登山をしている夢。怖いこと言うとね、なんか脅すみたいに言うかもしれないけど、それね死体の山かもしれないんだよね。かもしれない。だからそこがダイヤモンドっていうよりも死の山みたいな感じで、だからお前来るなみたいな感じで麓に返されたんじゃないのっていう。あの世ではない？キラキラでは出ないね、あの世では。案内人って誰だったんだろう？守護様なのかな？かもしれない。だからこっち今麓の方っつったよね、理屈的に俺の見てる現象とその状態を照らし合わせるなら、山ってのは死体の山だったり、あの世に通じる道だった、ね。でもその方がそっち行ったらダメだっていうのを案内人っていうか誰かが促した。もしかしたら守護様、それかその先祖とかね、誰かが促して、あなたこっち来ちゃダメだよ、だから麓行きなさいみたいな感じで生かされた。そこ多分境界線だったと思うよ、理屈的に言うとね。大体ね、あの世行こうと思うとね、憧れがあってね、なんかよく言うじゃん、三途の川お花畑だ綺麗だとかさ、財宝の山だとかって。そんなことないから、そう見えるように錯覚させられるから。それをさせるのはさて何でしょう？悪霊。そうそういうこと。パラレルワールド的なね。そうだから夢の中でそれを見たとしても魂に抜かれかかっとったよねっていう。抜かれかかって、で守護様がかわかんないけど戻したから戻ったみたいな。戻らんかったらそのまんまフューってやって入り込んで交代みたいな。交代して自分がじゃなくなっても向こう行ってわけわかんなくなって。それさ、交代した場合ってさ、守護様ってそのまんまなの？そのままついてる。離れるよ、そのうち。うちの子じゃないって思うから。そうなるんだ、やっぱ。しばらくはいるよ、うちの子おかしくなっちゃったとかさ、そうなるけど、もう明らかにもう違うと離れる。何件か俺事例的にも会うし、マジで会ったことがある。変わった人に？そう。両方知っとんの？そう。変わる前と変わった後。そう両方知ってる俺。魂の色も違うみたいな。違う。で俺はっきり言ったもん。お前誰やつって。私だよって。いやお前私なんて言わないからって。お前自分の名前で言ってたからね。お前名前は私だからつって。そんな言い方しないからねつって。で周りの方もおかしいやの子つって。いやさすがにさ俺殺せないよ。もう現代的には生きてる人間だからさ。肉体はね。だからお前違うよねつって。
あの子どうしたんって知らない、私は私だからつって言い張って、え二重人格とかそんな話じゃないから。俺にとって二重人格は何人格だろうが魂の色は変わらないから。確かに。精神的な分離でいろんな人格ができてるだけであって、でも元は一緒なんやて。魂の色変わんないんやて。二重人格の人も俺は何名か会ったことあるの。30まで言っとったかな。もう本当に変わるて。本当に態度も変わるし、喋り方も変わるんやけど、魂の色変わらんないて。でもその子に関しては完全に魂の色が違うんやて。しかも劣化してる。死んどるからね、一回。ああ、そっか、魂としては。劣化してるからね。成仏せずに、また入ったから。そう、浮遊霊としてなって、肉体奪ったから。取り付いたんじゃなくて、奪ったの。それって抜けれるの？だから引き抜く。だから力あるものはできるって。悪霊怨霊でも。だいたい食うやつがほとんどだけど、抜いて肉体欲しいってやつもおるやんて。その入った魂は永遠というか、その肉体が尽きるまで、ずっとその子で居続けるってこと？そういうこと。だから行動が普段と変わる。あと、一般常識がずれてくる。今まで電車が乗っとってピッてさ、タッチ式やっとったのに、なぜかそれができなくなったとか。まあそうだよね。食べ方が今までフォークナイフ普通で使って食べとったらいきなり箸しか使わなくなったとか。現代が古いんだよね、考え方が。でも慌てて指摘されると見よう見まねでやり出すっていう。だから身近で突然性格変わった、喋り方変わった、行動変わった。で、普段やれてることがいきなりできなくなった。まあ認知症とかそういうの話変わってくるとさ、あれごっちゃにするといかんないけど、そういう方は注意してみた方がいい。もしかしてが。まあいろんなパターンがあるね、それに関しては。だから俺は経験してみなきゃ判断はできない。そうだね。テンプレは作れるけど。ってな感じで今回は第20何回違う第40何回もう46回の形でやらせていただきましたんで、まあ頑張ってね、2週 1 本当は週1なんだけどね、2週1目指す週1月 1 月1はやばいやばいってことで今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。